カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて、今週は元祖バラードの皇帝シン・スンフンさんを紹介して、シン・スンフンさんの代表曲をカバーしていきたいと思います。シン・スンフンさんも現在現役で活躍されている歌手なんですが、先週紹介したバラードの皇帝ソン・シギョンさんよりも一つ上の世代の歌手というような感じになります。もうベテランレジェンド歌手ですね。最近はもはや指導者側というか、音楽 PD プロデューサーをされていたりですとか、あと偉大な誕生というね、先月紹介したオーディション番組では審査員もされておりました。もうそんなね、芸能界を代表するレジェンド歌手という存在ですね。実は私が初めて買った韓国の CD がですね、このシン・スンフンさんのアルバム第8週だったんですよ。パルジプって言って8週っていう名前のアルバムだったんですね。で、このシン・スンフンさんが私のこの韓国バラードカンバラとの出会いの歌手であり、もうまさに原点なんですよね。なんで今日ちょっとシン・スンフンさんの話ができるのがまたとっても嬉しくて、話がね熱くなってしまいそうですが、紹介していきます。シン・スンフンさんの音楽との出会いのきっかけは猟奇的な彼女という映画でした。で、これも私がね初めて見た韓国映画だったんですね。で、 DVD も持っていて、もう何度も見た思い入れのある映画なんですけど、この映画の主題歌がシン・スンフンさんの I Believe という曲で、その曲が入っているアルバムが第8週というアルバムだったんですよ。で、今週はちょっと先に言っちゃうんですけど、次回の歌会でこの I Believe を歌いますので、映画猟奇的な彼女の話はですね、また歌会の時に詳しくさせていただこうと思います。で、この映画の日本公開が確かね2003年か2004年頃だったと思うんですよね。で、私は映画館で見た記憶はなくて、なんかDVD がすごく売れて話題になってるっていうことで DVD で見たような記憶があります。で、このシン・スンフンさんのアルバム第8週というのもですね、韓国での発表は2002年だったんですけれども、日本で売り始めたのは確かね2004年頃だったと思うんですよね。ちょうど冬のソナタの大ヒットが2004年で、その時第一次韓流ブームでして、韓国で人気のある歌手の方がですね、日本語の歌を出したりとか日本デビューされるっていうケースがね多かったんです。で、このシン・スンフンさんもちょうど2004年に日本デビューされて、日本でコンサートされたりしてました。で、その頃韓国ではバラードの皇帝って呼ばれてるんですよというふうに紹介されてて、私がその最初にこの皇帝という表現をね聞いたのもなんか初めてで、それが斬新だなと思ってよく覚えていますね。で、このシン・スンフンさんのアルバム第8週というのはですね、日本向けに出された CD っていうわけではなかったんですよ。で、韓国版 CD をそのまま日本に持ってきて日本で売ってるっていう感じだったんですね。で、洋楽の CD とかを買ったことのある人はわかると思うんですけれども、この外国語の歌詞カードの中に日本語大訳したなんか折ってある紙がね挟まっているっていうタイプのアルバムだったように記憶してます。日本語の紙は冊子になってなくて、バーって広げたら大きい紙になって、それに全部大訳が書いてあるっていうようなタイプだったと思うんですよね。で、私はその頃まだ全く韓国語は分からなくて、ハングルもね全く読めなかったんですよ。何書いてあるか全く分からなかったんですね。でも意味を知りたくて、何度もその日本語が書いてある紙を出し入れしてですね、どこの意味歌ってるんだろうって思いながら聞いてたんですね。で、私には弟がいるんですが、弟もねこの時猟奇的な彼女からこの主演女優のチョン・ジヒョンさんにハマって、その流れでよく一緒にシン・スンフンさんの曲をね聴いてたんですね。で、2人でCD を回し合ってるうちにその日本語の紙をなくしてしまって、
で歌詞カード見てもちょっとマジ一文字も読めないんだけどってなったねそんなね思い出がありますね。でちょうどね大学受験の頃ですね、このシン・スンフンさんの第8集を MD に当時ダビングして、もう何度も何度も聴きながら勉強していた曲だったんですよ。なんかこう邦楽の曲ってやっぱり日本語なんで、こう聞いてると歌詞に集中しちゃって勉強がおろそかになるんですね。で英語も英語もちょっとはわかるんで、聞いてたらなんか聞き取りしちゃたくなっちゃうんですけど、その時ね韓国語全く分からなかったので、こう勉強しててもなんか聞き流せるっていうことですごい韓国語の曲をね BGM にしてヘビロテしておりました。で私はこの I Believe っていう曲ももちろん大好きだったんですけれども、アルバムに入ってるですねサランゲのヘオジルスイッタミョンって愛しても別れることができるならという意味なんですけど、この曲がすごい心に刺さって、ちょっとねマイナー調の、暗い曲なんですけど、ほんとこの曲をね1日5回ぐらい聴いてたんですよ。で今回このシン・スンフンさんの、原稿をね書くために知ったんですけど、このサランゲのヘオジルスイッタミョンという曲がね第8週のタイトルトラックだったそうですよ。そんな私の思い出話をねお話ししましたが、シン・スンフンさんのね基本情報から紹介していきたいと思います。シン・スンフンさんは1966年生まれの55歳でいらっしゃいます。先週紹介したソン・シギョンさんより10歳以上年上ですからね。で私が知った20年前がすでにアルバム第8週なんですよ。だからもう8枚目のアルバムを出されてたっていうことで、かなりキャリアが長い歌手です。シン・スンフンさんはですね1990年にデビューされるんですけど、もうデビューしてからヒット曲を連発されて、90年代を代表する伝説的な国民歌手と言われています。いろんなチャートでも1位をたくさん獲得したというようなね伝説的な記録を持ってらっしゃいます。さらにすごいのはシン・スンフンさんシンガーソングライターでいらっしゃるんですよ。で全てのご自身のアルバムのタイトルトラックは作詞作曲全部されています。そんなねソングライティングの面でも大変素晴らしい才能をねお持ちの方なんですね。でやっぱりバラードの皇帝って言われてますから、本当に代表曲はバラード曲が多いんですけれど、アルバムを聴いてると本当いろんなジャンルの曲を作曲されてます。ロック調でしたり、あとディスコミュージックみたいなこう踊るような曲とかですね、ちょっとこう外国のマンボとかサンバとかちょっとあんまりわかんないんですけどちょっとなんかアジアの音楽とは離れたようなリズムの曲を書いてたりとかもされております。私がねよくこうラジオの原稿を書くときに参照しているナムウィキというですね韓国のウィキペディアのようなページがあるんですけれども、シン・スンフンさんのページのまず概要欄っていうところにですね書いてある言葉があって、このシン・スンフンさん以降も数多くの後輩バラード歌手が現れては皇太子皇帝などと名乗っているが、バラードの皇帝イコールシン・スンフンという公式は変わらないっていう風にね書かれてるんですね。なかなかこれ辛辣な言葉だと思うんですけど、やっぱりね元祖バラードの皇帝といえばシン・スンフンさんということは皆さん共通の認識と思ってもいいのかもしれないですね。しかしこのシン・スンフンさんが自ら自分の後継者として名前を挙げた歌手っていうのが先週紹介したソン・シギョンさんなんですよ。なんでねやっぱりもうシギョンさんは皇帝でいいと思うんですよね。この元祖皇帝が指名したっていうことですからね。で今月の最終週にちょっと紹介するライブの皇帝とかですね、この人もね公演の神とか言われてるんですけど、イ・スンファンさんという歌手の方がいて、この方もですね今にバラードはソン・シギョンの時代が来るだろうというふうにね発言されていたそうですから、やはり、シギョンさんは2代目バラードの皇帝ということでいいと思います。そしてシン・スンフンさんのね話に戻っていきますが、まずシン・スンフンさんのね歌唱技術の特徴というのは、まず声の綺麗さ、もうこれがやっぱ一番ですよね。本当にこう伸びやかで豊かで美しくて気持ちのいいっていうようなね
声をされています。私は結構初夏のイメージですね。4月5月のこう優しい日差しの中でシン・スンフンさんの声を聞くとすごいなんかこうガチッとくるというかね、こうバッチリハマる感じがします。草原を吹いてくる爽やかな風というようなイメージですかね。本当にこう気持ちよくていい声をされております。声っていうのは本当に天性のものですね。ある程度トレーニングでやっぱり音域を広げたりとか力強く出したり音色をこう増やしていったりっていうことはできるんですけど、声そのものの印象っていうのを完全に変えるっていうのはやっぱりなかなか難しいですよね。なんでシン・スンフンさん本当にこういう響きで歌いたいなと思うような憧れの響きをされている歌手でございます。で基本的にどの音域もとっても伸びが良くて、いわゆるミックスボイス、裏声と地声が混ざり合ったような響きをされています。そして声帯をねあんまり締めすぎずに発声してるんですね。で柔らかいけれどもボリュームも存在感もしっかり響いてくるっていうような歌声です。で韓国の歌手の方ってプレス発声っていうんですけど、声帯をねぐーっと押し当てて厚みを作った状態ですごい強い息を当てて爆発的な声量を出すっていうの、これがプレス発声っていう発声で言うんですけど、そういう風に歌う方をね、よくお見かけするんですよ。洋楽で言うと結構アデルさんとかがそういうタイプの発声だと思いますが、先月のね覆面歌王の回で紹介したソン・スンヨンさんも結構プレス発声でバーンと出さはる方なんですね。でやっぱり強い音が出るので胸に迫るような感動があったりとか声で圧倒されるようなパワーっていうのはやっぱプレス発声ってすごいあるんですけど、率直に言うとね喉に悪いんですよ。やっぱ声帯っていうのは表面が粘膜でできてますので、このギューッと強い力で合わせると粘膜が摩耗してしまって、それこそポリープができたりとか喉痛めてしまったりとかするんで、なんかそういう発声をしている方をね見かけると感動しながらもちょっと不安になってしまうっていうところがあるんですが、一方のねシン・スンフンさんはこの声帯をあんまりプレスしないで健康的な発声を若い頃からされているなというふうに聞こえます。で最近も2020年にね新しいアルバムを出されているんですけど、全然歌声変わらないですね。本当若い頃から同じように伸びやかで響く声ですね。でさらに言えば年齢を重ねて声の艶っていうのは増してきてるくらいだと思います。やっぱシン・スンフンさんの発声っていうのは歌手が長いキャリアの中でずっと歌っていける発声方法として見習いたい部分でもありますね。そしてシン・スンフンさんは伝説的な歌手というふうに先ほどね紹介しましたが、輝かしい記録をね樹立されていますので、いくつか紹介していきたいと思います。まず CD の総販売量が1700万枚。ちょっとなんか天文学的な数字でもう分かんないですよね。1700万とか言われてもね。でこれはなんと韓国歴代2位の記録なんですよ。でシン・スンフンさんがこの売り上げ1位になるっていうまではチョ・ヨンピルさんという方がね1位だったそうなんですよ。でチョ・ヨンピルさんって私より上の世代ですよね。私の親世代ぐらいにすごく有名な歌手だと思います。プサンコーに帰れというね代表曲、これがね日本の紅白歌合戦でも確か歌われたという伝説があったと思います。でよく私がカンバラと出会った中高生ぐらいの頃に最近韓国の曲聴いてるんだよねっていうことを言ったら親世代からはなんだい超4ピル聴いてるんかい渋いねとか言われたりとかねしたんですよね。そんな超4ピルさんという伝説歌手の記録を抜いてシン・スンフンさんが1位になったんですけど、今は2位と。でそれで現在の1位は誰なのかというと、これ BTS なんですよ。バンタンソニョン団かな、防弾少年団。この BTS が2000万枚。いやさすが BTS 強いですよね。でもやっぱりこのシン・スンフンさんが活躍された1990年代っていうのは、今みたいに世界中で韓国の歌が聴けるっていう時代ではなかったんで、本当に純粋に韓国国内だけで
人気が出て広がってったっていうことですよね。だからいかにシン・スンフンさんがこう根強い人気があったかというのを感じられる記録じゃないかなと思います。さらにこのシン・スンフンさんが出されたアルバム10枚の正規アルバムが全部韓国のゴールデンディスク賞というね、グラミー賞的なやつですかね、韓国の。これをね最多受賞されてると。でめちゃくちゃ売れた曲としてめちゃくちゃ売れた曲として知られているのがシン・スンフンさんの第2週というアルバムのタイトル曲ポイジアンヌンサラン、見えない愛という意味なんですけど、この曲が、MBC の歌謡チャートで11週連続1位、 SBS の音楽チャートでは14週連続1位ということで、もう歴代この地上波の歌謡チャートで最長期間連続1位を記録したということで、ここでね10週以上ずっと1位記録してたっていう曲はこの曲以降ねないようです。ポイジャンヌンサランはねちょっとね悲しい曲です。ちょっと切ない感じの曲なんですけど、いやこういう曲が韓国の人の感性に刺さったんだなというふうにね今聞いても思いますね。そもそも、1990年のデビュー、一番最初のデビューアルバムからシン・スンフンさんすでにミリオンセールス記録してるんですよ。つまり100万枚以上売れてると。でこのアルバムのタイトル曲がミソソゲピッチンクで、笑顔の中に映った君という意味なんですけど、このねミソソゲピッチンクで本当にメロディーが美しいですよ。で今聴いても90年代の曲ですけど全く古い曲っていう感じがしないです。で出だしから結構キーが高いんですねこの曲で。シン・スンフンさんのこの声の綺麗さっていうか伸びやかさにもう最初からねやられてしまうので、ぜひこのねミソソゲピッチンクでおすすめです。聞いてみてください。そんなわけで今日はですね元祖バラードの皇帝シン・スンフンさんのお話をしました。次回はね歌をお届けしたいと思います。また概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。特に7月リクエスト企画に向けてリクエストを募集中です。YouTube の方もよろしくお願いいたします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。